盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成園4代目北谷隆一です。今回はですね道具のお話なんですけど、盆栽の道具結構ね高額なんが多いんですが、あえてね100円ショップでどれぐらい揃えれるかっていうのをねちょっと考えてみましてね。で100円ショップついこの間ちょっといろいろ見て回ったんですけど、パッと見これだけ揃ってるんですけどね。で詳しいお話はちょっと後に置いといて少しだけお時間ください。無料のメールマガジン今やっております。YouTube で話した内容とかね、活字に起こして、専用の動画だったりとかで、それが定期的に届くのが、この動画のね説明欄でも、そっちから行けるんで、メールアドレス登録するだけで無料で届くようになりますんで、そちらもね試してみてください。では本題に戻ります。100円ショップの動画ね、僕がめぼしいところを選んだのがこの辺りなんですが、もっとね手を広げたら手袋とかなんか腕抜きとかねそういうのもありますけど、実際、最低限これぐらい盆栽であったらいいなっていう範囲で、探してみて、順番に行きましょうかね。こっちから。これ底編み用のネットですね。こういうサイズの、ネット、今外から触った感じでもね結構頑丈そうな2枚セット、ちょっと開けてね材質どんなのかね見てみようかなと思います。ちょっと凹凸がしっかりしてて、でも強そうですね。ちぎってみようかな。僕がよく使うのは手でバリバリって破れるんですけど、どうやろう。綺麗に裂けなかったな。やっぱりハサミでジョキジョキ切ってやった方がいいんでしょうね。ちょっと脆いのかな。でもちょっと折ったり、僕が無茶なこれね破り方しただけ、品質的には大丈夫なものだと思います。使えます十分。網使ったんで、次ちょっと植え替えっぽい方行ってみましょうかね。これ用土をねこれ2つセットある。そうです。小さいのと大きいのと、こう砂をすくってザラザラっとね大量にいけるのと、ある程度の量でこう先が尖ってるから細いところにね、これ2つで100円ですよ。これねこう盆栽の本当のこういうステンレス製のとかありますけど結構高いですからね。1000円じゃ買えないんじゃないかな、あれ3本セットとかで。分かんないですけど、それ全然これは安くても高くても容量は変わらないのですごくいいと思います。これはもう見たまんまでねどうということはないので、これちょっとこのまま置いておいて、次も似たようなのいってみます。こちらこれさらに小さい、さっきとね容量は一緒なんですけど小さい軽いスコップ、これスコップなのかな一応ね。だから商品盆栽とかにこれもいいかもしれないですね。ちっちゃこれザクってね砂をすくって細いとこにね、これが細いから入りやすそう。こっちも面白い。うちだったら肥料やるのにもいいかな。こんな感じでこれ2つで100円ね、すごいですね。あとこれいこうかな。砂をね、粒の大きさが僕よく植え替えの時に大事って言ってますけど、これ大体3ミリぐらいですかね。何ミリかってちょっと分かんないですけど、これの網の大きさいいなと思いまして、大体この網から落ちたあたりの砂が主要なね砂になる感じですかね。
でもこの網だったらちょっと小ぶりな中品以下の盆栽の主要な用途にする感じですかね。これで上に残ったのが大型盆栽に使えるとか、そういう感じで、これ1種類しか売ってなかったんですけど、網のサイズはいい感じだなと思いました。これね、ちゃんと金属ですよね、鉄で亜鉛メッキ、全然使えるなという感じで100円、すごいですね。さらに植え替え道具、こっち行きましょうかね。これもステンレスの刃って書いてますけど、プラの絵の小窯、これ、ちょっと危ないですね、刃物なんでね。でこれ何に使うか言ったら、その植木鉢と鉢が植木鉢と木の用土がね、根っこというか、しっかりがっちりくっついてる時に、これで鉢のへりをガリガリと削ってもらったら、鉢から抜けやすいんじゃないかなと思って、結構硬そうですよこれね。100円いいなっていう。少々刃がボロボロになってもね、全然こう書くだけなんで、この形がいいなという、やりやすそうです。これもなかなか使えるなっていう。じゃあ次は植え替え作業の流れでいきましょうかね。これとかペンチ、あんまり大ぶりなのはなかったと思いますね。こういうサイズのとぐらいだったかな。で先ちゃんとねつかめるようにバネでね、でしかもこの根元は針金ある程度切れると思うんですよ。そうそう、針金も切れるし、取っちゃおうかな。取れるかな。取れた。こう針金を掴んでギュッとね、植え替えの時針金しっかり止めるのが大事って言ってますけど、それでもしっかりいけそうな力強い感じですね。これ盆栽で使えそうです。あんま大きい太い針金はちょっと無理かなと思います。それはやっぱホームセンターのちゃんとしたやつとかねがいいかなっていう感じ。これが植え替えでよく使うあたりで、次ね普段使いのハサミあたり行ってみましょうかね。この形ね、植木屋さんとかが太い枝も切るような、そういう、剪定バサミってねよく言う感じでね、これちょっと開けてみよう。ロックもついてる。ここでロックになるんだ。ごめんなさい。どうなんだろう。これは見た目はねいいですけど、実際に切れるかどうかが100円なんでね、どこまでできるか後でちょっと試してみようかなと思います。これが結構切れたらなかなかなもんですね。ちょっとすいません。これもガーデニング用のとこに置いてあったんですけど、一応買ってはみたんですけどね、先の問題があるなっていう。用途がどこまでちょっとこの形で先がねちょっと丸いんですよね。であんま薄くもないんで刃がね、だから細かい、ところの作業これいけるかなって、ちょっと中途半端なハサミかなと思いながら、とりあえずガーデニングのとこ置いてたんでね買ってみたんです。これは微妙に使いにくいかもわからんですね。だから草花の簡単な枝とかなのかな。これちょっと買ったけど微妙な、いるかいらんか微妙なところですね。でこの辺りセリアさんだったけど、これダイソーさんにねこのハサミあったんですけど、これセリアさんなかったんですけど、僕の行ったところではね。
目切りの湾曲刃って書いてるんですけど、これはね見たら先が結構尖ってるんですよ。見えますかね。先が結構尖ってて薄いので、ひょっとしたら葉っぱ切ったりとか細かい芽を切ったりするのでも使えるんじゃないかなって、こっちはね。湾曲してるのがどういいかどうかはあれですけど、先が尖ってるのがいいなっていうね。だから黒松の目切りとかもこんなんだったらやりやすいのかなとか思って。で結構ハサミって柔らかいの切るのがね難しかったりするんですけど、最初のうちは切れると思うんですけどね、あと切れなくなった時に研いでまたそれが戻るかどうかっていうところですよね、こういうのがね。一応買った中でこれ最後ですね。こうワイヤー切りばさみって書いてますね。盆栽においてはね針金使うことが多いので、針金を切るのにこれねいいかなと思って。なんて書いてあったかな。直径1ミリぐらいとかまでだったら切れるって書いてますかね。アルミ銅軟鉄製ワイヤーを切るためのハサミですと。ステンレス製ワイヤーやピアノ線など硬いものは切れませんという、限界はありますよ。これぐらいのね形なんで、それはすごい太い針金は切れないとは思いますけど、これも後でねアルミの針金と銅の針金、これでちょっと切ってみようかなと思います。ガチってこんな感じですね。結構普段のハサミがちゃんと切れたら、普段の剪定とか目切りとか植え替え、そうですね、あと植え替えで足らないのあれだな、こうガシャガシャ土を落とすようなね、ああいうのはちょっといい感じのがなかったかなという感じですね。だから土を落とす、根を崩すみたいなのだけは何かどっかで、その用途がもういけたらいいんで、そういうのはちょっと違う場所で探してもいいかなと思いました。似たようなあったんですけど、ちょっと先が3つになってたりとかするのがちょっと使いにくそうかなとかね、そういうのもあえて買ってきてないですけど、植え替えのそういう崩す道具だけは何かで代用してというところですね。剪定はと針金かけがね、細い針金だけ使うんだったら結構いけそうな感じはしますね。あとそっか、ピンセットみたいなのもピンセットあったかな、それちょっとちゃんと見てなかったですけど、ひょっとねメイク道具のコーナーあたりにピンセットとかあったかもしれないです。で中のね葉っぱが隙間に落ちたのをそれで取るとかぐらいだったらできるかなっていうね。一応軽く紹介これぐらいで、あとこの中で使えるものだけ木をちょっと専用の使うような木用意してるんで、それで試してみようかなと思います。じゃあね今回買った中で3種類だけ試してみようかなと思います。針金切りと太い枝切る用のハサミと細かいところを切る、柔らかいものを切るハサミ、これをちょっと試してみてね、100均さんの、力がどれぐらいあるかっていうのをちょっとやってみようかなと思うんですけども、まずこの針金切り、これをちょっとこれカンカンね盆栽で出た針金くずというか、それを今この中ちょっとこんな感じで溜めてるんです。でこっちがアルミで、こっち側が銅の針金、これを切ってみようかなと。でアルミが基本的に柔らかくて銅が硬いですね。でまずこれぐらいの細い針金切ってみます。細いけど結構ガチャンとくるなやっぱいい針金切りはね、
これぐらいもう何事もなかったようにサクッと切れたりするんですけど、はい、ちょっとこれはあれだな、もうちょっとこれは先が大変そうだな。もうちょっと太いのいってみますね。どうだろう。これはちょっと太すぎかな。今さっきの比べてだいぶ太くしました。これちょっと切ってみます。まあまあ切れるっちゃ切れる。先の方だとしんどい。やっぱ奥の専用のくぼみのところで、これ上下あるんかな、ここ。ちょっと上下間違えてた。結構切れる、サクッと。細い方も、でも僕ちょっとちゃんと上下やってなかったかもわかんない。これぐらいの太さいけてます。もうちょっと太いのいってみようかな。いや、さらに太いの、これだいぶ太くなりましたよ。これをちゃんとハサミにね、くぼみがついてるんですけど、そこに置いて、いけるな。いける。アルミこれぐらいだといけるな。もっといってみようかな。これもうちょっと太い。さっき切ったやつよりこれもいってみよう。いける。はいはい。多分無理だと思いますけど、これいってみようかな。もうめちゃくちゃ太いです。めちゃくちゃ太い。やめとこうこれは切れない。でも結構いけましたね。これぐらいの太いのはいけましたね。一般的な盆栽で使う針金だったら、アルミだったら結構いけますね。あんな太いのはなかなか使わないです。よし、じゃあ次は銅線いってみます。銅はね、細くても硬いですよ。これぐらいね。いける。切れる。もうちょっと太いのいってみよう。これはどうだ。だいぶ太いですよ、さっきより。力入れたら切れますね。頑張るな。ただこれね、今やってて思ったんですけど、ハサミの根元の方でやっと切れるんで、針金かけする時にこの根元まであてがって切るってね、大変なんですよね。最後枝にこう巻いてね、最後ピョロンとなってるとこを、いけるかな。細いのだったらいけるけど、太いので先の方をちょっと切るってなると、目の横で切るんだったらちょっと難しいかな。でも細いあたりだったらいけそう。これは無理かな。最後もうこれで針金切り終わりにしますけど、ちゃんと向きを考えて。だいぶ太い子。結構いける。細くて硬いのはいくんだな。太いのが苦手なだけで、細いのは結構いけますね。ちょっとじゃあ今結構切れ味良かったんで、もう一回り太いのいきますね。これは結構硬いんですよ。でも細いのだったら結構頑張りますね。100円やのに。すごい。100円でこれだけ切れてくれたらいいかもしれない。ただ先の方細く先の方、この針金切りの先の方でスパッと切りたい場合は、多分この子ちょっとね、かなり力弱いんで、そういう時はニッパーみたいな形、先の尖ってる金属の線を切るような方がいいのかなっていう。それも売ってたんですけど、これでいけるかなっていう感じ。でも結構頑張ったような気がします。じゃあ次この2種類のねハサミいってみます。よし。こっちね、あらかじめ、用意してたんですけど、太い枝どこ行こうかな。こういう乾いてるとこはね、結構
硬いんで厳しそうですけど、これぐらいは切れてほしいな。この形してるんだったらね。ストレスはかかると思うけど、さあどうだ。おお、ああ、まあ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 ですね。あとどこ行こうかな。どこ行こうかな。いらない枝あるかな。この辺先の方長いからここ行ってみようかな。じゃあここ切ってみます。うん。あ、切れる切れる。へえ。全然。うん。細く柔らかいとこ細かく切るんでも、うん。こういうね、先の方の細いとこ、こういうとこでもちょんと切れたりするんで、うん、結構細かい作業もできますね。はいはいはい。あ、切れる切れる。葉っぱはどうだ。あ、葉っぱも最初の方は結構切れますね。意外と。まあでも、うん、太いのはなかなか難しそうですけど、ある程度の太さだったらいけそうですね。はい。よし、これはまあまあいいとして。で、あとこの先の尖ったねところを利用して、この、古葉がちょっとまだ残ってるの、これを葉っぱをね、この先生かしてね、ちょっと切ってみますね。お、あ、いける。あ、これいいな。100円やのに、税込み110円ですけど100円ショップのハサミが意外といけるな。葉っぱ切れますね、スカッと。すごい。しかもこれちょっと湾曲してるのが切りやすいんじゃないかと思ってきましたね。ダイソーさん。うん、すごい細かい作業できてますよ。葉っぱをこうちょこちょことね。うん、いけますね。すごいな。ちょっとさっき切り落としたこの葉っぱを切り揃える作業どうかなっていうと、あ、切れる切れる。うん、あ、すごいいい切れ味。多分さすがにね、値段が値段なんで切れ味はすぐ落ちるとは思うんですけど、上手に研いでやれば、これ湾曲してるから研ぎにくいかな。でも上手にね研いでやればまた復活するかも。とりあえず新品の間は結構切れました。ほんで先が細いんで、奥の方の密集してるところもやりやすいなという印象です。はい。ちょっと今日試せれるやつ試してみたんですけど、これで終わろうかな。はい。100円ショップでないものも当然あったんですけど、結構最初これだけあったらいいかなっていうのを、7、8割は揃ったなというところですね。あとは太い針金を切る用のものとか、細々としたのはホームセンターと併用して、でもこの辺りの100円ねぐらいで買えたら結構初心者さん経費削減できて始めやすいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まともな盆栽道具だったら何千円とかもう1万円とか超えてくるけど、そこまでのねやっぱ性能はないにしても最低限これぐらいが揃えばいいなと思いましたね。はい。だからセリアさんとかダイソーさんとかいろいろあると思いますけど、最初のうちちょっと試しで盆栽やりますみたいな方は100均で揃えられてみても面白いんじゃないかなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。